やりまですよ、しゅうせいみだ。本日なんですけど、本日は私が韓国で買う韓国コスメの方を皆さんの方にご紹介させていただきます。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、僕が韓国で買う韓国コスメの方を皆さんの方にご紹介できればなと思っております。主に韓国のショッピングサイト、それと薬局、ドラッグストア、オリーブヤングみたいなところですね。そこの方で購入したものを皆さんの方にご紹介できればなと思ってるんですけど、今回は成分の方詳しく一個一個話すとすごく長くなっちゃうので、今回は僕がどういう用途でどういう時に使ってるかっていうところを皆さんの方にお伝えできればなと思っておりますので、楽しんで見ていただければと思います。今回は商品が売ってるサイトがバラバラになっちゃうので、あるものに対しては下の概要欄の方に全て載せておりますので、気になる方はぜひね見ていただければと思います。で、今回本当に知らないものだったりとか、韓国でもう当たり前でこういう時のこういう用途だよみたいなことを話したいなと思うので、そういうところを楽しんでいただければ非常に嬉しいかなと思います。それでは一つ目ですね、こちらですね、ミストになります。こちらなんですけど、成分は本当にもういいんですけども、詳しく話しちゃうと長くなっちゃうのであれなんですけど、もう本当にこれは肌再生の時に僕は使っております。もうこちら知ってる人多分いないんじゃないかなと思うんですけど、この動画見てる方で知ってる人いたらぜひコメントいただきたいんですけど、韓国でも美容にすごく敏感な方じゃないと多分知らないと思います。はい。なので、結構値段もするんですけど、商品自体の質っていうか結構安い感じです。プラスチックでダイソーで売ってるようなねケースなんですけども、基本的に金額もだいたい7000円ぐらいとかから、アンプルとかでもそんぐらい金額するんですけども、ケース自体は非常に安く作ってるんですけど、中の成分が超絶いいですよみたいなね。おそらく早まで時差あると思うので、1年後ぐらいにもしかしたら流行るんじゃないかなと思うんですけど、9点の方とかでもまだちょっと売ってないんですけども、楽天とかあとはデフォリックとかだと売ってるんですけど、かなり成分とか美容に対して敏感な方はこちら使用しているんじゃないかなと思うんですけど、こちら僕は肌再生の時に使用しております。あとは肌のバリア機能だったりとか潤いを与える時に使ってるんですけども、毎日欠かさず使っております。いいんですよ、すごく。で、こちら香りなんですけど、漢方の香りがするんですけど、漢方の香りが嫌いな方は合わないと思います。リョっていうシャンプーあったと思うんですけど、それに近い香りするかな。漢方の香りなので、肌再生の時には使っております。はい、こちらが一つ目ですね。はい、で次の商品に行ってみたいなと思います。次の商品はこちらですね。ミグハラのトナーになるんですけど、秋の時期からこちらの方をちょっと使いたいなと思っておりまして、ミグハラは成分も本当にもちろんいいことはそうなんですけど、肌潤いとか、この時期から非常に合ってくる商品で、質はさっきの商品と比べて瓶でめちゃくちゃいいですよね。こういうところでコストかけて値段もちょっと高めなんですけど、ミグハラ自体ちょっと値段も高めなんですけど、もう中は非常にいいです。で、潤い感も与えてくれて、こちら美白になりたい方、僕は美白中心なものを結構使用することが多いんですけど、ホワイトニングラインなんですけど、僕ホワイトニングラインってどの商品に対しても大好きで使ってるんですけど、潤いがめちゃくちゃ良くて、男性の方でも使いやすいっていうか大好きなテクスチャーだと思います。あとは女性の方でもね、めちゃくちゃ潤わせて化粧のりも良くしたい方には非常に合ってるかなと思います。僕ミグハラめちゃくちゃ大好きで、中の成分はもちろんのことなんですけど、非常に高級感ありますよね。もうデパコスですよね、完全にこちら。こちら一つ目で、この流れでなんですけども、ミグハラのこちらのアンプルなんですけど、シートマスクの1、2、3のステップがあるやつの中に入ってるアンプルなんですけど、こちらの僕アンプルが大好きで、こちらも瓶で非常に高級感があって、スポンジとかも超絶いいので、他とは全然違う。で、潤い感もさっぱり潤わせてくれるので大好きで使っております。どちらかといえば、こちらのアンプルより、こちらのトナーの方が潤わせてくれるので、このトナーがあってこそこのアンプルなので、これ合わせて使うと非常にいいんですよね。で、その次にこのミグハラのクリームなんですけど、これがさっぱりしてるんですよ。なので、このバランス、この3つ使うことによって、この流れがね、非常にいいので、僕はデイの時は使っておりますね。どちらかといえばもうこのトナーがね、大好きで、このトナー使う時には、センテナ24のクリーム使うと、ちょっと油分が多くなっちゃうから、ちょっと合わせて使うの難しいなと思って、ミグハラのやつ使う時には、非常にミグハラのこの3つを使うバランスのこのステップがちょうど合ってるんですよね。なので、こちらの3つの方を使っております。はい。で、次の商品に行ってみたいと思います。はい。で、次はね、こちらですね。こちらの方を2つ使ってるんですけど、こちらの2つなんですけど、ニキビ悩みの方っていうか、もうニキビが出るのは1年に1回ぐらいはあるでしょみたいな感じだと思うんですけど、もうこれはも
持ってた方が絶対いいと思います。なぜならニキビできた時に絶対これ使った方がいいからです。でニキビができた時にはこちらのクリームをつけて、でニキビが終わった後にこちらの跡にならないようにノスカナゲルを使うんですよ。薬局に行ったら売ってるんですけど、もう必ずこちらはあった方がいいかなと思いますので、ぜひおすすめになります。もうなくなる前に絶対ストックしておかないといけないかなっていう商品の僕の中の一つですね。はい。で次の商品はこちらになります。タンバリンズのバームの香水ですね。まあこちらもね6000円ぐらいとかするんですけども、これ分かりますか？こうやって磁石でくっつくようになったんですよ。磁石の力でこうなるんですけど、前のやつはね磁石ついてなかったので、ちょっとそこら辺もねコストが上がってちょっと高くはなったかと思うんですけど、非常に使いやすくて香水より香りが持つし、いい感じに香ってくるんですよね。なのでカバンの中にポンと入れていく分には非常にいいものなので僕は使っております。はい。で次の商品いってみたいと思います。次はこちらですね。ドクタージャルトのリップバームになります。ドクタージャルトのリップバームを使いたかったのでっていう感じなので、リップバームこちらも質が非常にいいので使っております。寝る前に使用するのが非常にいい感じなので、潤い感じが翌朝まで続くので使っております。次の商品いってみたいと思います。次がこちらですね。ドクターあと鼻のね中をきれいにしてくれるってものなんですけども、こちら2つあるんですけど、韓国とかだとこれ1つが120、30円ぐらいで買えるのかな。オリーブヤングで売っております。韓国非常に今の時期店文字があるので、店文字その PM2.5 なんですけど、あと黄砂っていうんですけど、それが非常に今ちょうどあるのですごいので、鼻の中とかガーってするともうすごいんですよ。花粉の方はもちろんのこと、ホコリアレルギーとかある方だったらこちら非常にいいです。おすすめです。韓国のリサにはねこちら使ってると全然違うのでめちゃくちゃいいです。はい。ちょっとスースーする感じがするので、そこら辺が苦手な方は合わないかもしれないんですけど、敏感肌の方も使えるっていうのでこちらおすすめになっております。鼻のケアもねちゃんとしましょうみたいなところで、1個100いくらとかで買えるので非常に安いのでおすすめになっております。はい、で次の商品行ってみたいと思います。こちらですね。シャンプーになります。ドクター4ヘアのシャンプーなんですけど、こちらもねずっと紹介してるんですけども、頭皮ケアは早いうちにしていた方がいいっていうところで、抜け毛とか、あと髪の毛の張りをね重視してくれるものなんですけども、早ければ早い方がいいので使用しております。あと僕これプラス香りがめちゃくちゃ大好きで、他ではない唯一無二の香りなんですよ。何の香りなのか言葉で合わせるのちょっと難しい香りで、これ石鹸の香りでもないんだけども石鹸の香りに近くて大好きな香りなんですよね。嫌な香りじゃなくて、どうですかこれ皆さん使ったことある方、何の香りかちょっと詳しく言える方いったら非常に教えてもらいたいんですけど、石鹸の香りとなんだろうな、本当に甘い香りとかそういうものが一切入ってなくて大好きで使っております。はい。ドクター4ヘアのシャンプーになります。こちら成分もめちゃくちゃいいですよね。はい。で次の商品いってみたいと思います。で次がこちらね。デンティスのこちらの歯磨き粉になります。デンティスいろいろね LINE が出てても韓国でももうバズりまくってるんですけど、一時期購入が困難になって値段もちょっと高騰しちゃって、それで市場からなくなって購入できなくなったみたいな時期が一時期あったんですけど、こちら僕マイルドのやつ今回購入したんですけど、もう本当に家にはもっとでかいやつなんですけど10個ぐらいはもうストックしてずっとあります。今回ちょっとマイルドのやつ購入したんですけども、 BTS のジョングクさんとか TWICE のサナさんとかがなんかのライブかなんかで、インスタライブみたいなそんなやつですよで紹介してなくて使用してたんですよ。それで一時期バズったっていうのがあって、そこから買えなくなったんですけど、僕これも結構長く使っててこれ大好きなんですけど、韓国コスメじゃないんですけど、こちら韓国ではめちゃくちゃ流行ってて、歯磨きで一番流行ってんじゃないかなって感じですね。はい。すっきりさっぱりビタミン C も入ってるのでおすすめになってきておりますね。はい。次の商品行ってみたいと思います。その流れで歯ブラシ、これもねデンティスの歯ブラシなんですけども、こちらも長く使ってるので一緒に合わせて購入しました。使いやすくて非常におすすめなのでいいですね。はい。次の商品行ってみたいと思います。次がこちらですね。マビスのこちらの歯磨き粉なんですけども、ジャスミンのやつですね。でこちらなんですけど、僕はもう25年前ぐらいから使ってるんですけど、オランダの方でめちゃくちゃ流行ってて購入したんですけども、もう25年使っててこのやつが一番いいので、たまにこちらがセールやってる時には購入してる感じですね。全てほとんどセールやってる時に買ってるものが多かったりするので、安く購入できてるんですけども、こちらはヨーロッパのものになるんですけども、最近だとめちゃくちゃ流行っててどこでも買えるようになってきて非常に嬉しいんですけど、日本でもね買いやすくなったと思うんですけど、僕が25年前とかにはもう全く購入するところはなくて、オランダで大量買いしてきたんですけども、最近ちょっと流行ってますよね。いろんな種類が4種類か5種類ぐらいあると思うんですけど、僕はこのジャスミンのやつが好きで使っております。はい。次の商品行ってみたいと思います。はい。で次がこちらもね韓国コスメじゃないんですけど、こちらボロタルコっていうのかな、こちらのクリームなんです
けど、こちらがイタリアのクリームで、先日イタリアにいた時にこちらのクリームめちゃくちゃ気になってて、ベビーパウダーの香りプラスちょっと甘い香り、バニラの香りかな、若干バニラの香りがちょっと入ってて、ビューリーのグランドオダリスクにちょっと似た香りなんですけど、それがもう香水が売ってないんですよ。でそれがフランスのルーブル美術館をモチーフにした香りを作ってるってやつで、その香りと全く一緒ってかかなり近いんですよ。イタリアで買ったらもっとすごく安く買えるんです。韓国で買うと、定価だと3000いくらとか売ってるんですけど、セール時だと1800円とか2000円ぐらいの購入できるんですけど、それでも高いんですけど、この香りがね本当にいい、もう本当に香水に近い香りなんですよ。これベビーパウダーの香りが好きな方おすすめですよね、これね。それとプラス香水の香りに近いっていうか、もうビューリーの香り、これもね日本でも流行ってくるんじゃないかなと思うんですけど、イタリアだともう本当にスーパーとかコンビニとかで売ってるものなので、イタリア行く方とかいらっしゃいましたらめちゃくちゃおすすめなので、はい。で次の商品行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。ラロッシュポーゼのイデアの XL のやつですね。僕は無色のやつを購入しております。これ無色でもツヤ感めちゃくちゃあるんですよ。で BB とかトーンアップとかもあるんですけども、なんかねちょっと合わないんですよ。僕の肌にはちょっと合わなくて、合わないっていうか色味がね合わなくて、この無色でも全然ツヤ感出るんですよ。僕これ今使ってるんですけど、ツヤ感大好きで使っております。本当これトーンアップって言ってもいいぐらいの、トーンアップっていうかツヤアップのサンクリームって感じかな。 SPF50 の PA4 プラスなんですけど、ツヤ感とかもう全く書いてはないんですけど、ツヤ感アップの日焼け止めと思って僕は使っております。これもねもう長くて、最終的にここに戻ってきちゃうんですよね。これが一番僕は大好きかな、サンクリーム今のところだと。でいろんなものをその時期によって、夏だとさっぱりしたものを使いたくなるからアンプルのサンクリームとか使ったり他社のやつを使ったりするんですけど、やっぱり一番はここが軸にあっていろんなものを使うかなって感じですね。ラロッシュポーゼすごいですよね。金額もそこそこするんですけども、9点とかで買うと非常にお安く買えるかと思いますのでおすすめになってきております。はい。これも毎回売り切れになるよね、9点の目代わり G だとね。はい。で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになります。トールホップの洗顔になりますね。トールホップね、洗顔とパックはもう超絶いい。もうこれが一番いいですよ。これちょっと塩の成分が入ってるので、ちょっとザラザラして、スクラブっぽい感じはあるんですけど、本当にさらっと潤わせてくれてもちもち感があるので超おすすめですね。でその流れでこのねパックもね一緒に購入してるんですけども、トールホップはね超いいですね。僕パックの中で一番大好きなんじゃないかな。これがね効くなので大好きですね。サウナマスクとかだとすごくあったかくなってくるんです。こちらもね以前成分の方も詳しくしてるんですけど、合わせてね洗顔の方もねめちゃくちゃいいです。夏のね肌ダメージした肌をしっかり潤わせてダメージケアしてくれるものっていう感じですね。はい。あとは油分が多い方も非常におすすめになってきてるので、なんせおしゃれだよねこれね。で2022年の時に日本でローンチして、そこからめちゃくちゃ流行ったわけじゃないんですけど、韓国では流行ってて、ちょっとそこまで日本ではバズらなかった感じなんですけど、ローンチ前から僕使用してたんですけど、韓国では非常にいいものとして使用してる方は非常に多かったんですけども、その時にねローンチして爆発的に流行らなかったらちょっと時期的には間違ってたんじゃないかなってちょっと僕は思うんですけど、今流行んじゃないのかなって思ってるんですけど、成分めちゃくちゃいいのでね僕は使用してるんですけど、あんまり使用してる方いないようなってか気にされてる方いないような感じがするんですけど、もうパックとかだともうこれ超絶いいですよね。逆になんかそんなにみんなが注目してないから値段もめちゃくちゃ高騰しないし購入できるからめちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい。そんな感じで僕の大好きなマスクですね。はい。で次の商品に行ってみたいと思います。はい。次の商品はこちらですね。こちらももう使ってるんですけど、リズ K のファースト C セラムなんですけど、こちらになります。こちらもね本当に毎回韓国では大量買いするんですけど、ビタミン C15% なんですけども、ビタミン C 自体は 20% が肌に一番いいと言われてるんですけど、そのビタミン C を持ってる質がね会社によって違うんですけど、ここのやつのビタミン C は超絶効く。アナヤのね 20% のやつも効くんですけど、こちらは 15% でも全然効くので使用しております。なのでもうこちらはもう毎回大量買いですね。逆にいっぱい買うと安くなるのでっていうの
のもあるのでちょっといっぱい買っちゃうんですけど、ビタミン C はこれですよ。これかアヌアのやつ使った方がいいかなと思いますね。ビタミン C とかでね、肌のシミとかねちゃんとケアしてくれるんで、あとこちらだとアンチエイジングとかもちゃんと対応してるので、そういうところで日々のサンケアとしてビタミン C を使っていくと、肝斑とかある方も非常に薄れてくるので、こちらおすすめになってきております。ビタミン C はもうこれ一択かな。合わせてもう一つだったら今はアヌアかなみたいな感じですかね。はい、次の商品いってみたいなと思います。次の商品はこちらですね。はい、本当に購入感バリバリですいません。でこちらなんですけど、アンプルになります。こちらも全部同じやつなんですけど、いっぱいあるんですけど、こちらアンプルですね。このアンプルね、肌潤わせたい方だったらもうマスト。この秋の時期とかにはクーラーとかの乾燥じゃなくて外で乾燥したので、こちら乾燥させず潤わせてくれるので大好きです。であとこちらの仕様なんですけど、韓国の番組の方で一番最初の方に使うものとしてブースターとしてね使用するっていうので、肌の潤い感とか肌に効くパーセンテージがアップするっていうのが実験で結果として出されたので、僕は一番前に使っております。なのでそうすると肌潤いとか全然肌の質とか変わってくるのでおすすめになってきておりますね。はい、こんな感じでご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。バババッとね僕の使用用途だけでお話したんですけど、軽くちょっと成分の方も話したりしたんですけど、今回こんな感じで購入して、どちらかといえば僕の中ではなくてはならない商品だったりするので、こういう時にはこれ、こういう時にはこれみたいなね商品だったりとか、もうあとは必ずこれがないとダメって継続的にこれを軸として使ってるってものだったりするので、今回紹介したやつでは僕のマスト韓国コスメみたいな感じだと思うんですけど、そんな感じでちょっと参考にしていただければと思います。でこれからね韓国行く方だったりとか、日本のショッピングサイトの方とか9店とかで購入する方とか、そういうのを参考にしていただければ非常に嬉しいかなと思います。あとね、なんかわからないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければ全てお答えさせていただきますので、ぜひコメントの方もいただければと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。